こういう話が一番恐ろしいんじゃないかなって。真実はわかんないんだけど、もしそうだったら、そんな風に考えると怖いなって。噂話程度のものなんだけど、もし本当だったらどうしちゃうんだろう。これから話す話はそんな気持ちになるような内容です。僕は1985年、昭和60年生まれなんですけど、小学校低学年ぐらいの頃かな。バブルが弾けたんですね。学生時代をずっと不況の中で育って、でも一個希望があったんです。その希望って経済的なものなんですけど、景気っていうものは30年周期で回復するんです。ですので、あなたたちがちょうど35、6の年、社会人経験もしっかり積んでいて、若くて体力もあって脂も乗っていて、一番働き盛りの頃に景気が回復していると。またバブルが来てるかもしれないんですよ。だから希望を持ってください。そんなことを社会科かなんかの先生が言ってたんですよ、昔。だからですかね。今の若い社会人の人たちって、なんちゃらハラスメントだっつってすぐごねると思うんですけど、僕らが社会人になった頃って、割と何でも耐えてたんですよね。それが正しいかどうかは別として、それはなぜかっていうと、景気が回復するって言われていたから、いろんなものにしがみついていたんじゃないかなって個人的には思うんです。それでは答え合わせをしてみましょうっていうところで見てみると、コロナ禍なんかがね、あってちょっとイレギュラーでしたけど、日経平均株価なんかを見ると、高値更新してたり、バブルっちゃバブルなんですよね。じゃあ、日本人の国民の生活はどうかなって思うと、微妙なんですよね。なんか増税されてるし、集めた税金海外にばらまいてるし、岸田内閣ね。政府は国民を生かさず殺さずを徹底しているというか、クルド人問題みたいな移民問題、外人には金っ払いいいくせに、日本人が住んでる能登半島地震ね、被災地、ほったらかしでしょ。なんだか日本人を滅ぼしたいのかなって、そんな風に感じてしまう政治をしてるなって思います。これから話す話は、そんな内容に通じているようなお話です。それも千葉県市原市、その場所が地元だから気づいた。ちょっと喋ってみようと思います。去年の暮れに中学校の同窓会が開かれまして、本来であれば中学卒業して20年後、35の年に開かれるべくだったんですけど、その年はコロナ禍だったんで日延べされて、去年の38の年に開かれたんですね。そんな中で話題に上がったのが病気。誰々が病死しているとかね。今闘病中、ちょっと大きめの病気だったり、そういう年でもあるよねって38なんで。でもまだ早くないとも思うしね。癌とか白血病とか脳梗塞。自殺しちゃったり、交通事故に遭って死んだとか、それはちょっと一回置いといても、病気かかってる人ちょっと増えてきたよねって思ったんですよ。一個、このせいなんじゃないかなって思い当たる節がありまして、友達なんかとも話してたんです。僕らの地元に五井海岸って場所がありまして、そこは石油のコンビナート、ガソリンとかプラスチックとか洋服とか、石油製品だったら何でも作ってるんじゃないかな。それも今は知らないんですけど、僕らの子供の頃って工業製品出荷高っていうのかな。全国2位っていう規模だったんです。1位が愛知県豊田市、トヨタ自動車。その次が千葉県市原市だったんです。そのおかげで町が発展したわけですけど、その工場地帯のあたりをファイナルファンタジー7が当時流行ったんで、マコーロって呼んでたんです。
工場地帯のインダストリアルな感じがすごくマコーロっぽいんですよね。そのマコーロに沿って養老川っていう川が流れてまして、東京湾に繋がってます。その養老川の河口に海釣り公園っていうレジャー施設がありまして、そこは有料の施設で、海の上にフェンスが張ってあって、そこから釣りができるんですけど、地域住民の僕らなんかは海釣り公園なんてまず行かないんですよね。それは場所代払ってまで釣りなんかしたくないよねっていう目線もあるんですけど、父親なんですよね。そのあたりで釣った魚は絶対食べちゃダメって教わるんです。それはなんでかっていうと、マコーロの上流に窒素石油化学の市原工場があるからなんですよね。父親が子供の頃に大公害、ね、よくニュースで見たらしくて、学校なんかでも習いますよね。日本四大公害の一つ、水俣病。それを出してしまった会社が窒素石油化学。もちろんその公害は千葉県じゃないんですけど、熊本、水俣湾なわけですけど、よく言われてますよね。隠蔽体質だって。市原市のね、養老川なんかに有害な物質垂れ流すわけないとは思うんだけど、父親なんかの世代だと、海釣り公園のあたりは窒素の下流にあたるから、あの辺に住んでる魚なんか絶対食べちゃダメだぞ。そんな風に子供の僕らは教わるんですね。それと付随して、あのあたりはゴムを焼いたみたいな、ちょっと嫌な匂いがしてる時があるんで、何か人体に有害な物質、そんなものをマコーロの中の企業が隠し持ってるんじゃないかって噂話あったんですよ。それが僕らが20歳ぐらいの頃かな。本当に出てきちゃったんですよね。窒素石油化学五位製造所で国に報告していない劣化ウラン入り廃触媒を発見。千葉県市原市にある窒素石油化学五位製造所で保管されていた劣化ウランを含む廃触媒に関する情報が平成4年以降国に報告されていなかったことが、同社が平成17年6月16日に文科省に行った通報で判明した。なぜ劣化ウランが出てしまったかというと、石油製品を生成するにあたって副産物って生まれるんですよね。昔の製法だと劣化ウランが出てしまっていたと。それを国に報告せずに保管していたっていう話なんです。保管されている廃触媒は、ポリエチレン樹脂製の内筒を青銅ドラムで外装した200リットルのケミカルドラム33本に収納され、総量は 7650kg。うち劣化ウランは 765kg 含まれている。劣化ウランって非人道兵器なんていうぐらい危ないものでしょう。そんなものが含まれる廃触媒を燃やすことも捨てることもできないので、窒素は自分たちの敷地の中に貯蔵施設作ってずっと保管してたと。子供の頃に父親なんかに聞いた危ないものあんじゃねえかっていうのが本当にあった。これはね、僕らも覚えてます。びっくりしたんでね。2011年3月11日、東日本大震災が起きまして、マコーロの中にあるコスモ石油、燃料なんかを作る会社なんですけど、ガスなんかも作ってて、球体の形をしているガスを貯蔵している建物って皆さん見たことないですか？あのガスのタンクが市原市は大爆発を起こしまして、ガスに引火したんで消火活動ができないんですよ。だから一生燃えてました。1週間以上、10日ぐらい。ガスが尽きるまで燃やし続けるしかなかった。大炎症してましたね。本来、ああいったガスを貯蔵する建物って耐震、耐火、ものすごく強化されてるんですけど、ピンポイントで狙ったかのように大爆発してました。ガスタンクが大爆発したコスモ石油のすぐ近くに窒素石油化学がありまして、さっき言った廃触媒、劣化ウランなんかを貯蔵している施設、
一緒に燃えたんじゃないかって言われてます。しかもわざとやったんじゃないかって言われていて、っていうのも、津波が襲って物理的にぶっ壊れた。それで引火した。だったらわかるんですけど、他の土地とか他の会社のガスタンクって一切爆発してないんですよ。これ意味わかります？人為的にガスタンク大爆発させて劣化ウラン燃やした。関東一円に人体に有害な物質ね、撒き散らされたっていう話なんです。一応 JNC、旧窒素石油化学はその廃触媒は全部移動させましたってアナウンスしてるんですけど、無理だと思うんだよね。めちゃくちゃ燃えてたから。あの火の海の中、放射線を出すような劣化ウランが含まれている廃触媒を運び出せるわけないと思うし、だからか僕らの間ではこの若くしてね、癌とか白血病、そんな病気を発症しちゃってる人を見ると、あの大爆発で燃えた劣化ウランのせいなんじゃないかっていう噂があります。あの頃ずーっとさ、福島原発のニュースばっかり、それ以外ポポポポーン言ってたし、市原のあの工場が爆発したってニュースってネットの記事と、あと数社、テレビで報道があったぐらいだと思うんですよね。今の日本の政治を見ると、日本人の人口を減らしたいんじゃないかって思えるし、もう2011年のこの頃から始まってたんじゃないかなって。陰謀論だけど、この件に関してはあり得るよねって。それを暴いだところで誰も幸せにはならないんだけど、僕らマコーロの近くに住んでる地域住民、市原市民の噂が真実だったとしたら、それは恐ろしいことだよねって思います。